2023年9月28日付で、こんなニュースが発表されました。反物質は重力で落ちるのか、浮くのか、90年以上続いた議論がようやく決着がついた。という内容の記事です。反物質って、あまり聞き馴染みのないワードかもしれませんが、実験の結果次第では、これまで人類が物理学に対する基本的な理解や常識を根本から覆すことになるほどの大発見です。今回の動画は、このニュースについて深掘りしていきます。ちなみにこのチャンネルは、大人を寝かしつけるイメージで、寝る前に興味深い話をお届けしています。ちょっとした知識や物語に耳を傾けながら、眠りにつきたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。記事によりますと、反物質が重力の影響を受けるのか、それとも浮くのかという疑問が科学者の間で90年以上も議論が続いていましたが、日本をはじめ、カナダ、英国などの国際研究チーム、アルファが、この問題に終止符を打ちました。彼らは水素の反物質、反水素を使って実験を行い、その結果、反水素は重力の影響を受けて落下することが確認されました。これにより、反重力が存在しないことも明らかになりました。実験内容と研究結果の詳細は専門的すぎるので、ここでは省略します。論文は科学誌ネイチャーに発表されていますので、興味がある方は概要欄からリンク先を確認してください。ではこの研究結果は一体どんな意味を持つかというと、まず反物質の説明からいきましょう。反物質の存在は、1928年にイギリスの理論物理学者ポール・ディラックによって初めて提唱されました。その理論からわずか2年後の1932年、アメリカの物理学者カール・デイビッド・アンダーソンは宇宙船の実験中に電子とは逆の正の電荷を持つ粒子を検出しました。この粒子はディラックが予測した粒子と一致し、アンダーソンはこの新しい粒子を陽電子と名付け、これが反物質の最初の具体的な発見となりました。反物質は私たちの周りに存在する通常の物質とは性質が真逆の双子みたいなものです。わかりやすく言えば、磁石の N 極と S 極みたいなイメージです。N 極が S 極に接近すると強く引き合い、くっつきますよね。同様に、反物質と物質が近づくと強烈なエネルギーを放出して、それから消滅します。ちなみに、アインシュタインが重力理論の一般相対性理論を生み出した1915年頃、反物質はまだ未知の存在でした。物質と出会えば、すぐに消滅する反物質の性質を調べることは、至難の業だったからです。日常生活での反物質の応用例としては、医療分野のペットスキャンが挙げられます。ペットスキャンでは、陽電子を放出する放射性物質を体内に注入し、この非電子が物質の電子と衝突すると、互いに消滅し、エネルギーが放出されますので、そのエネルギーを検出することで、体内の異常部位を可視化することができます。記事の研究結果では、反物質も重力の影響を受ける、反重力は存在しない、という結論でしたね。これは科学界において、非常に重要な意味を持ちます。まず、反物質が重力の影響を受けることが確認されたことで、物質と反物質が同じ物理法則に従っていることにつながります。これは、現代物理学の基盤となる原理や法則が正しいことを示唆しています。アインシュタインの一般相対性理論は、重力を時空の歪みとして表現します。反物質が、この理論に従って、重力の影響を受けることが確認されれば、一般相対性理論の正確性の裏付けにもなります。逆に、もし実験の結果が、
反物質が重力の影響を受けない、反重力は存在するという結論だったら、現代物理学の基本的な原理や法則を根本から見直す必要が出てきますので、今まで私たちが勉強してきたことを一からやり直す必要が出てくるかもしれないという一大事です。でも反重力が存在したら、それはそれで夢が広がります。例えば反重力技術を利用した移動手段、人間が飛行機に乗らなくても飛べるとか、あるいは重力の制約を受けない建築物の設計や建設が可能になったら、地震による被害はほぼ避けられますよね。このニュースについての解説は以上です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白かったら、チャンネル登録、コメント、高評価をぜひお願いします。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。